はい。それでは、新しくなったダブルダイヤモンドモデルを見ながら、デザインプロセスについて考えていきたいと思います。こちらは、英国デザイン協議会のウェブサイトになります。このように、ダブルダイヤモンドモデルに関する説明がされています。では、モデルを見ながら考えていきます。ダブルダイヤモンドモデルはこちらの赤い2つのダイヤモンドになります。Discover, Define, Develop, Deliver。問題の探索、発見があって、問題の定義。この過程によって正しい問題を発見します。そして Develop, Deliver。解決策を計画して解決案を制作し、実装し、提供していく。これがダブルダイヤモンドモデルの元々のものでした。それに対して、この青い矢印が加わっています。また、詳細を説明するためにデザイン原則に関する説明とメソッドバンクというもの、そしてエンゲージメントのあり方、あるいはリーダーシップのあり方みたいなものが整理されたというふうになっています。まず、エンゲージメントというところから見ていきたいんですけれども、これはその関係構築の話になっています。なので、市民やその多様な方々と一緒に考えていくことが大事だよというような大前提が書かれています。そしてリーダーシップに関しては、イノベーションのためにいろいろな変化を受け入れていくような考え方が求められるよということが書いています。この2つの大前提の中でデザインというものが動いていきます。そしてここにデザインの原則というものが書かれています。これは非常に本質的なので説明していきますね。Be People Centered ということで人間中心でありましょうということなんですけれども、これはデザインの対象っていうものがサービスだったり道具だったりすると思うんですけれども、それを使うのがやはり人間だということですので、人間について考える。人間の知覚とはどういうものか、人間の共同というのはどういうふうに行われていくのかっていうような人間と文化の関係みたいなものをいろいろ考えていって、そこにうまく当てはまるものを提供していくっていうことですよね。なので人間を中心に考える。これが大事だということになります。そしてそういう文化とかサービスのあり方で非常に大事なものってコミュニケーションですよね。で、そのコミュニケートを円滑にするためにデザインが何ができるかっていうと、アイデアをビジュアルにできると。非常に重要なところです。ビジュアリー。このデザインのプロセスモデルについても、アイデアをビジュアル化して共有しやすくしているっていうところがあります。そして、インクルーシブリー。これは多くの人に対応できるっていうことですよね。コミュニケーションするときに、例えば言語が違ったり、あるいは視覚、色の見え方が違ったりっていうことありますよね。いろんな人がいる中で伝えたいことをちゃんと伝えるにはどうすればいいのか。そういうコミュニケートのあり方ですよね。視覚的に伝えるときにも、それは確かに言語を超えます。言語の壁は超える。だけれども、色の見え方が、色覚が少し特殊な場合、複数の色を使ったときに、それらが同じような色に見えてしまったら、強調したい部分が強調できてないかもしれないんですよね。そういうことも考える。それがこの部分ですよね。そして3番、コラボレート&コークリエイト。これは共同するということの大事さ、そして一緒に作り上げることの大事さを言っています。一人の考え方で決めるっていうよりは、複数の考え方がぶつかった時に生まれるものを大事にしようと。そして4番がイリテート、イリテート、イリテートと書いてますけれども、反復するんだということですよね。とにかく反復する。とにかく試行錯誤する。とにかく失敗して改善し続ける。そういうようなことを表しています。この部分っていうのがデザインの本当に大事なところになっていると。それを反映していますね。そしてもう一つメソッドバンクというところは、ダブルダイヤモンドの過程の学びを蓄積するというふうに考えてください。まずチャレンジしたいことがあって、それに対して探索します。どんな可能性があるのか。
何を解決する必要があるのか。例えば、キークエスチョンの場合は、ポスターを改善してほしいという話でしたよね。じゃあそのポスターを観察したところ、どういう問題があるのかっていうことは探っていきますよね。あるいは、その他の条件についても考えていくでしょう。さらに、うまくいってるポスターはどういうものがあるのか。失敗してるポスターってどういうポスターなんだろう。あるいは、キークエスチョンの場合ですけれども、知人はオンラインの家庭教師サークルみたいなものを立ち上げていて、メンバーを募集したいということを言っていると。じゃあその家庭教師サークルのビジョンは何なんですかとか、サークルの仲間を増やしてどういうことをしていきたいんですかとか、そういう疑問も湧いてきますよね。そういうことをちゃんと分かった上でないと、ポスターをどうしていいか分からないはずですよね。いろいろとインタビューをして、で、現状が理解できたら問題も明らかになってきます。じゃあ、解決すべき問題がいくつかバーッと上がってきたと。じゃあその中で、今回はおそらくこのあたりが非常に重要な問題なんだと。それを定義しました。これがこの過程ですよね。ただ、たくさん問題の可能性を出した中から、絞ったんですよね。絞る過程っていうのでも間違ってる可能性あります。絞りましたが、この過程で判断ミスしてる可能性はあります。そこに気づいたら最初に戻ってもう一回探索から始まることもあります。ですよね。なので、やってみて戻る。やってみて何か気づきがあって戻るっていうことが、この青い戻る矢印ですよね。で、ひとまず問題は定義できたと。おそらくこれが正しい問題であり、これを解決することによっていい結果が得られるだろうっていうものが定義できました。そしたら、こちらに進んでいくわけですけれども、それを解決するためにじゃあポスターをどういうふうにデザインするか。どういうポスターにしたらいいのか。で、ポスターの中身をどう変えたらいいのか。で、そうして考えたアイデアをポスターの形に例えばしたりとかしますよね。で、ポスターの形にして実際に知人に見てもらったりとか、あるいは学生の方々に見てもらって、これだったら入ってみたいと思うよとか、これだったらどうやってウェブサイトにアクセスすればいいのかわからないですねとか、いろんな意見が出てくると思うんですけども、そういうのを試すと。で、試してダメだったらもう一回形にし直すと。そしてまた見てもらって、これだったらいいですね。そしたらアウトカムになりますよね。で、このようにいろいろやってみたと。一通りのことを、プロセスを経て形にしてみたんだけれども、実はポスターを改善するだけではダメだったと。じゃあ何が問題なんだってなると、ここに戻ってきますよね。さらに根源的な問題があるはずだっていうことに気づいたら戻ってきます。それはこの段階で気づいて戻るかもしれませんけれども、そういうふうに作った中での学びっていうのがあるんですよね。発散収束の過程を繰り返し失敗して学ぶということによって知見が溜まっていくよということがこれです。デザインは失敗して学ぶ。そして何回も反復して遂行し良くしていく。そういう流れが原則的にあります。